皆さん、こんにちは。ついにソニックランブルがリニューアル。ソニックランブルパーティーになります。今回は、その新バージョンパーティーでの現バージョンからの変更点、新しいモード、追加ステージをしっかり解説、攻略していきますよ。デイリーミッションについてや、パーティーモードの好成績の出し方もしっかりと教えますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは、ステージチャレンジの変更です。従来と違い、解禁に必要なメダルがなくなりました。解禁については、ステージチャレンジをクリアするだけで、次のステージが解禁されるようになり、追加ステージも2つあります。これで、始めたばかりの人も参加しやすくなりました。ハードの解禁については、現時点で不明ですが、上部のメダルやヘルプ画面のガイドが間違ってないなら、しばらく進めると、また、条件達成後、星を上げるみたいです。ステージクリア自体でレッドスター入手。それに合わせて、スキンやバディも手に入るため、新規プレイヤーは積極的に挑戦したいですね。次は、デイリーの変更についてです。従来のエミーのお願い、エッグマンの挑戦状がなくなりました。それに合わせて、デイリーは、画面右下のカプセル及び、パーティーモードのミッションが追加となります。カプセルについて、ですが、1日2回まで開封可能です。開封の条件は、カプセル1個につき、5個のラウンドを終える必要があります。リングサバイバルの場合は、決勝まで進めば3ラウンドとしてカウントされますが、時間効率で言えばパーティーも有効です。パーティーについてはまた後ほど説明しますね。カプセルの使用についてなのですが、カプセル開封前に5回ほどアップグレードのチャンスがあります。これで当たりを引くたびにレアリティが上がり、画面に表示されているように報酬が豪華になります。見ての通り、たまにスキンではなく、ボーナススコアが出ることもあるものの、スキンがすでに持っている場合は、シーズン対象のスキンのかけらから、別のものが排出されるため、従来と違って集め終わった後も、さらなるスキンの入手につながるので、かなり改善されました。当選率については、テスト期間が短すぎて判断ができないため、ここではいいか悪いかについては控えます。実際のカプセルの画面が、こちら、初回チュートリアルのため、確定アップグレードが発生していますが、この後2個目を開けるとき、レッドスターを消費して、アップグレードの選択肢が出なかったので、確定アップグレードは、1日の最初の1個だけの可能性が高いです。おまけアイテムのジグソーピースですが、こちらは、集め切ってパズルが完成すると、イラストを見ることができ、同時に、100レッドスターリングが手に入ります。ちなみに、かけらが集め終わった後、ランダムでもらえるスキンってどれと思う人も多いかもしれませんが、正確にはわからないものの、少なくとも、今期でのピックアップについては、簡単に確認できるようになり、ホーム画面右上か、カスタム画面のキャラ一覧にタブがあるので、それで切り替えると、今期の対象となっているスキンを見ることができます。また、キャラを選択した際に、入手方法一覧が表示されるようになったため、より、スキン集めがやりやすくなりました。他には、スペシャルランブルが廃止、共闘バトルが頻繁に開催され、ボスに関してはランダムで出現するようになりました。ボス戦はテスト版ではプレイできませんが、公式のお知らせを読むには、アタックアイテムがさらに増えて、より遊び方が変わるみたいです。ボス戦がランダムで苦手だから参加する気がないって人がいましたら、過去に全ボスの攻撃回避方法とかを解説した動画を作りましたので、よかったらご覧ください。また、スペシャルランブルは廃止となりました。スクワットの固定チームやハイパーブーストのような操作感覚が違うものが楽しめなくなりましたが、もしかしたら今後のイベントやパーティーの一部で利用される時が来るかもしれません。今回のコラボはスマーフ、割と最近のアニメですね。日本でも3期まで放送されるぐらいには人気みたいです。予習する時間がなかったので、軽い紹介で済ませますが、動画サブスクサービスでは結構見れるので、気になった人はアニメもぜひご覧ください。キャラクターは、ブロッサム、スマーフィット、パパスマーフ、ワイルドの4人です。入手方法ですが、ワイルドが無料パス、パパスマーフが有料パス、残り2名は、ショップで599レッドスターで購入になります。では、実際のプレイ動画と同時に、各キャラのスキルを確認していきましょう。最初に使うのはパパスマーフ。専用スキルはひらめいたの一つだけ、リングスイーパーに無敵がついているスキルです。良くも悪くも
普通の吸い込みですね。前回コラボのゴジラは1キャラに複数あった上に独自性の高い性能だったので、それを思うとちょっと寂しいですね。素人意見で申し訳ないのですが、そもそもリングスイーパーに無敵いりますかね。発動と同時に吸い寄せが発生するので、ジャンプキャンセルもできればそれで十分だし、スイープダッシュとかの方が使い勝手いいような。無敵スキルとして使うなら、普通に持続が長かったり、無敵と同時に攻撃したり移動できるのもあるし、利点がいまいちわかりません。配信で比較しましたが、この技、吸い込み、範囲も特別広いわけじゃなかったです。次はブロッサムです。専用スキルはお花がいっぱいです。効果は吸い込みと無敵、クールタイムも同じだし、これキャラ目当て以外で買う必要がなくないですか。もちろん吸い込み、範囲とかは同じでした。ということで、さっさと次に行きましょう。次はスマーフィット。スキルはスマーフ拳法です。既存のキャラと比べても結構優秀なスキルで、発動時無敵になり、そのまま突進しながら2連撃を繰り出します。2段階の攻撃に無敵からのカウンター。それでいてヒット時のリング数もなかなか高いと悪い点がほぼありません。欠点としては2回攻撃するものの方向転換とかはできないこと、範囲は狭めであることでしょうか。全身の役割もあるのでランでは結構活躍するかもしれません。もう少し使い道とかを見せたいので、その際にコラボの他のアイテムについて入手方法を紹介しますね。スキルはパスかキャラ購入で同時入手となりますが、それ以外にもプレート、アイコン、トレールがあります。これら3つはいつもの通りにボックス報酬となりますので、ミッションをこなしたりコース中にあるアイテムを拾ってボックスを開けましょう。注意ですが、アイテムはリングサバイバルのみで拾えます。パーティーでは拾えないので、ミッションの内容次第ではサバイバルもプレイしないといけないかも。最後に紹介するのはワイルド、無料パスでスキルも一緒に手に入るキャラですね。スキルは胸どこどこ、無敵に吸い寄せ、クールタイムも変わらずです。レアリティが一番低いにもかかわらず、スキル自体はレジェンダリーのせいかパパスマーフ、ブロッサムと全く同じ性能になっています。無課金に優しいのはいいことなんですが、課金アイテムと全く同じとはこれでも売れるかどうかの実験ですかね。ではキャラ紹介も終わったので、コラボステージスマーフランを攻略しましょう。結構作り込まれた面白いステージです。序盤は猫のアズレールが邪魔をしてきます。最速で走ればスピードタイプ以外のキャラでも攻撃を受けずに抜けられるはず。危ないと思ったら素直に一度手前で待機します。2回目は先に通り過ぎると思うので左から行くと安全です。3回目は右で引っかえてきますが、これも先頭を走っている場合は周期的にぶつからないので気にしなくていいです。安定取るなら左から。キノコ広場はオレンジ色のキノコをたどるように飛んでいくとリングを集めつつ早く抜けられます。カタツムリの背中を踏むと大ジャンプできますが、頭の部分にぶつかると跳ねずに弾き飛ばされるので注意。グラインドが終わると広場へ。ここはカタツムリが一定周期で動いていて道を塞いでしまいます。見極めてうまく抜けましょう。ちなみにカタツムリが背を向けた時は同じくジャンプに使えます。他にも緑色のキノコが生えており、これをスプリングのように使えます。一部の壁は飛び越えられるのでこれを使ってスムーズに進みましょう。余裕がある場合は木箱も可能な限り壊しておくと稼げます。また途中ガルが道を塞いでいますが、これは中央からアタックすれば左右同時にヒットして2倍稼げるのでできる限り狙いたいです。カタツムリに乗るときは2段ジャンプで、見ての通り1段だと上に乗ってないので飛べないことがあります。ゴール前は全て跳ねる足場になっており、アタックも手前にあるため相手からの攻撃が怖いですね。エアーダッシュとかを持っていたら素早く抜けるようにしたいです。ゴールしましたが、結構今までにないような仕掛けやジャンプ中心で移動するエリアが2回とかで遊んでて楽しいコースですね。コラボ関係は以上になります。次はパーティーランベルについての情報や攻略をしていきますよ。お待たせしました。このバージョンのメインコンテンツ、パーティーを攻略しましょう。ミッションで数回遊ぶ必要があったりして、デイリー関係はこっちになったみたいなので、いろいろ覚えておくことをおすすめします。まずどんなモードかというと、
1ゲームだけを遊ぶモードとなっており、参加人数は8人、スキルは使用不可か、ルールで決まったものが自動で設定されています。スキル面の育成も不要なため、誰でも楽しく遊べます。勝敗はありますが、このモードの第一目標は、ノルマをクリアすることです。最初に条件が出るので、その条件を達成できるように動きましょう。今回は、リングを1500枚以上集めたらクリアとなりますね。ちなみに、確認した範囲だと、ミッションは、このノルマクリアを1日数回するというシンプルなものです。リニューアル前だと、スコアに依存していたので、特に育成状況が悪い時は時間がかかりやすかったのですが、かなり楽になりましたね。アークのリング集めですが、最初はスプリンクラーを追いかけます。左右にスピードアップがありますが、何回かプレイして思ったのがとってもほぼ意味がないと思いました。その暇あったらスプリンクラーを叩きましょう。理由は、落ちるリング数はランダムのため、とにかく叩く回数を優先した方がいいです。終点まで行くと、金のスプリンクラーが2体回っています。間に入って高度に叩けるとかなり稼げますが、こちらもランダムなので、とにかく回数が勝負。ちなみに、ノルマクリアは大丈夫なんですが、運要素が強すぎるせいか、最高評価が出たことがありません。どうやったら取れるんでしょうか。最初からガン無視で奥行けば良さそうな気はしますが、一定時間出てないとかもありそう。今は、プライベートマッチとかがなく、ランダムなので検証しようにも大変です。ミッションで万能のかけらもらえましたね。これもあるので、これからは、キャラ解放が結構楽みたいです。次は、ライトに入り続けてポイントを稼ぐゲームです。操作は簡単、キャラを移動させるだけ。たまにバンパーがあるので、そこにぶつからないようにだけ注意。他のプレイヤーにぶつかっても、若干止まることはあっても吹き飛ばされないので、妨害する意味は薄そうです。では、どこで競うのか気になりますよね。答えは、ライトの動きにあります。ライトを追いかけますが、途中他のライトが重なることがあり、その場合は重なっているライトの中にいれば、倍の点数が入ります。なので、動きを見極めてライトが集まる場所へ移動するのが大事なんですね。観察力と運の2つが勝負になります。クリア値の評価ですが、スコアに応じて増えていき、200% で限界です。それ以上稼ぐこともできますが、リザルト表示は一律200% オーバーと表示されて、評価面では影響されません。それ以上に稼ぐことは、一応、パーティーバトルでの順位を決めることになるので、勝負する場合は意味があります。スコアは、ルールごとに加点、減点の法則がありますが、今のところ紹介している2つに関しては、減点がないため、加点行為のみが影響します。他のルールで気をつけてほしいことがありましたら、また、該当の箇所で解説します。惜しくも 196%、1回バンパーに弾かれたのが原因ですね。ちなみに、評価のパーセントは、クリア時にもらえるリングに影響しており、パーティーの1ゲームで稼げる最高数は4000リングとなります。次は、エネミー撃破です。既存のルールで言うと、グリーンヒルチームが近い感じです。3ブロックのエリアにもトラ、エッグボーン、ナールがそれぞれ大量発生しており、この中の一部のエリアが、一定時間で、ゴールドエネミーの大量発生になります。ゴールドエネミーのエリアをいち早く発見し倒せると、スコアが伸びやすいです。見ての通り、普通のエネミーの中にも紛れているので、それも余裕があれば倒しましょう。ただ、ゴールド大量発生に気がついて、そこにいち早く駆けつけ、大量に倒すのがスコアアップの必須行為です。エッグボーンは効率が悪いので、あまり相手にしなくて良いと思います。各エリアの奥にあるスプリングは、向いている方向のエリアまで飛べますが、スプリング前に敵がいる時でもない限りは、普通に移動した方が良い気がします。使うタイミングを見極めましょう。ナールエリアがゴールド大量発生なので、向かいます。これで、余裕で最高評価になりますね。ナールは、穴の部分が金になるおかげで、発生前から予測できるため、常に気を配っておくと有利に進むかも。8の 200% オーバーですね。これは簡単でした。サバイバルです。複数種類がありますが、今回はケミカルプラントのレーザートラップ、サバイバル共通ルールですが、生き残った時間と残機でスコアが決まっているようです。じゃあ、ノーミスじゃないと 200% 評価にならないのか？
そんなことはありません。実はこのモードに限りたまに残機が出現します。誰も取らなくても一定時間で消えるため、見つけたら積極的に回収しましょう。最悪取ると同時にやられてもその場合の損失はなく、むしろ復活するまで少し無敵がつくのでお得です。トップ狙いとしても相手に残機を渡さないことで妨害になりますし、生き残るためにはカメラを回してどの方向からレーザーが来るかを判断すると良いと思います。フリーカメラは今までだと必須と言えるルールがなかった気がしますが、サバイバルに限らずパーティーはフィールドが狭いこともあり、カメラが操作できた方が有利になることが多いです。スキルがない分操作は少し減りますし、苦手な人もぜひ上達するためにカメラ操作の練習をしてみてください。ここで 200% オーバーになりますが、落ちてみます。すると 194% に減るので、残機が評価に関わってるのがこれでわかりますね。ただ生存時間ボーナスがあるので、復活後すぐにまた200オーバーするので、ここまで来れば大丈夫です。次はバーサスレンジャー。ランダムに選ばれるエッグボーンレンジャーのうち1名だけが相手ですが、その前に道中の敵を何体か倒してゲートを開けてレンジャーの元まで行く必要があります。このルールは珍しく協力型となっており、最初は2つに分かれます。奥で合流してみんなで戦うのですが、一番ダメージを与えた人だけが1位として表彰されます。クリア条件は撃破することなので、貢献度に関係なくクリアは簡単になっています。ただし最高評価をもらうには少し難しく、全員が効率よく動く必要があります。各自ベストを尽くしましょう。またスキルも使えるルールとなっており、その場緊急回避になるドッジロール、高速移動しつつ無敵となるアブソリュートダッシュの2つが使えます。ボス戦中はほぼ使わないため、道中ではアブソリュートダッシュを使って移動時間の短縮を行いたいです。エッグボーンレンジャーの戦い方は過去に上げた動画を参照。スペシャルの入ったカプセルは外側に出ますので、攻撃を上げたら一旦黄色い線でできた足場のあたりに移動するように。時間内にたくさん倒すのがあったんだから、これ各自でそれぞれのレンジャーに向かって誰が最速で倒すか競うのでもよかったのでは。画面に映さないにしても8体レンジャー用意するのは処理能力的に無理だったんですかね。そろそろ決着つきそうですね。特殊なルールなので表彰がみんなで一人を見る感じになります。編成次第ではかなり面白い絵になりそう。新規ステージを見せつつショートランを紹介します。ショートランは完全新規ステージと従来のステージの2つが混ざっており、従来のステージの場合は途中から始まります。ただリングサバイバルと違って評価及び対戦要素はゴールする速さだけ。リングが道中落ちていたり仕掛けを壊すと出てきますが、これは全く評価に影響しません。邪魔な障害物をうまく回避しつつゴールできるスキルが求められます。スカイサンクチュアリランはダッシュリングを目指して位置調整しましょう。自力でほとんど走るコースではないため、いかに加速ギミックに触れるかが勝負となります。後半戦、動いているオブジェクトや敵が増えてくるので、しっかり先を見て回避しましょう。岩を2個壊してますが、当然不要です。1個だけ壊して進みましょう。ミニランは対戦型ステージチャレンジとも言えますね。今まで協力抜けルールだったものを対戦にしてしまうといった面白い発想です。ゴールノーミスなので 200% オーバーです。余談ですが、ランのノルマは結構厳しいところが多いです。わずかな操作ミスで結構減ることも。次はシンプルなタイプのサバイバルです。すでにサバイバルを紹介したので省略するか迷いましたが、結構ゲーム性が違うので紹介します。今回は横移動がメインです。奥から滑ってくるパックにぶつかるとその場ですぐにミスとなりますが、小さいものはジャンプで飛び越えることが可能。残機はたまに出るので補充は可能です。注意点は氷の床なので移動が少し難しいことですね。あとは時間経過でさらにフィールドが狭くなります。奥から飛んでくるものを見て早めに移動。小さい場合はジャンプでやり過ごすのをあらかじめ狙っておくと
生存率がかなり上がると思います。残機はやられても良いので回収します。ケミカルプラントで言ったように相手に取らせないことが大事です。終盤になると数は増えるものの速度はそこまでないので割と見ていればどうにかなります。現状練習モードはありませんが操作は少なく障害物を見る練習にもなりますし、もしも追加されることがあったらこっちを練習した方がサバイバルが上達すると思います。スキル付きなんです。スキルをうまく使いつつゴールを目指しましょう。ただしスキルは全てレベル1のようなので注意。あまり移動もしないしキャンセルジャンプとかもできません。壁が出てきたり引っ込んだりをしていますが、ついているランプを見るとそのタイミングがわかります。実はこれ通常コースの方でも同じ仕掛けがあるのですが、この動画を撮影している日に初めて気がつきました。間に合うか際どい場合はスライディングとかでうまく滑り込みましょう。今取ったのはクールタイム短縮。スキルがクールタイムの時に取ると即座に使えるようになります。一部のスキルルールでは出てくるのでこれを有効活用してどんどんスキルで攻めましょう。 200% ならずちょっと壁に引っかかりすぎましたね。キャプチャーザチャオです。ステージ内の至るところにチャオがいるので触ってゲットしましょう。集めた数でスコアが上がっていきますが、後半出現する金のチャオは高得点です。ステージは何種類かあり、グラインドレールは共通して移動の工作化に加えてレール上にチャオが配置されるため結構効率よく集められるものの、当然ながら先に取られてしまうと移動するだけなので先に取ることを意識したいですね。全ステージ共通でチャオはあちこちに出現し多少偏りはあるものの、基本どこにいれば有利といった場所は少ないので目の前に出たものをどんどん拾っていけば大丈夫。ライバルとぶつかりそうな時は別のルートに切り替えるかうまいことヤコドリするかの判断が大事です。3000点で 200% 達成。金のチャオを拾っていけば難しくないと思います。少しでも多く確保するために残り10秒ぐらいで人が少ない場所に移動したいですね。フープです。ルールは単純。ジャンプしてフープを通るだけ。虹、エッグマンの3つのフープがありますが、エッグマンがマイナス10ポイント、金が30ポイント、虹が100ポイントとなります。200% には1400点以上必要ですので、基本的に虹は1個だけ通れなくてもセーフですが、どこかしらプラスを通ってないと達成不可です。動画だと前の方で入ってますが、当然ながらフープが出る位置がランダムなので、配置次第ではこの方法だと移動時間がガラスに積みます。真ん中よりも下がり気味で通るようにしましょう。ジャンプは2段を即座に出して高くならないようにするのも大事。ジャンプに関するテクニックも過去に動画を上げましたので、興味がありましたらぜひ概要欄からご覧ください。今のは遠すぎたので虹は見送って金の方に入りに行くべきでしたね。3個分以上離れてると厳しいかも。金に入れなかったため惜しくも 200% ならず、結構良いお手本にできた気がします。2D バトルです。手前と奥の概念がないステージでリング数を競います。リングは敵に攻撃を当てると多くもらえるものの、あちこちに50リングとかも出現するためある程度は拾いに行きたいですね。スキルはキックとサマーソルト、発生が早いですが、それは相手も同じカウンターでスキルの発動自体を潰されないように注意したいですね。また他のプレイヤーが殴られた後は無敵時間が少し出てるので攻撃するタイミングにも注意。フィールドは2回もありますが、左右の足場中央にリングとクールタイム短縮が出ます。相手を真ん中に居座らせないように攻撃していくとリターンが大きいかもしれません。また1人を狙うよりも相手が集まりそうなところを狙って攻撃の方がいいです。今のリフトのところとかは集まりやすいので狙い目ですね。上の階に行くべきかは相手の数とかを見て判断したいところ。リングサバイバルも実際は同じようなものを
キルを積極的に使って殴り合うのが今までなかったルールで面白いですね。当てるとリングがたくさん取れるスキルを持っているかで格差とかにつながるともいう意見がありましたが、こうやって平等な条件で有効活用されてるのを見ると遊びの幅として作られて正解だったと思います。3D バトルです。こっちのルール限定かわかりませんが、ここではなんとキャラ限定スキルが装備されます。これを見越して使い慣れてたり、当てやすいスキルを持っているキャラで潜る必要も出てくるかもしれません。また、こちらの方だと、好きな位置に動ける関係で当てにくい技もありますし、それ以外にもアイテムも追加されています。よって、先ほどと違い、結構、プレイヤーの知識面での影響も大きいです。普段から、リングサバイバルでも攻撃スキルに慣れているかで、勝率は結構変わってきそうです。上空に出る金の宝箱は絶対に回収してください。中身は無敵で固定です。殴り合いのルールで一方的に防げるのは強すぎるので、これを取るかで勝負が決まるでしょう。追い込まれた状態でもこれを取ってしまえば逆転も狙えちゃいます。見ての通り、無敵が切れる直前ぐらいにまた出てくるので、うまくやれば試合終了まで無敵を維持できることも、このうまく立ち回ると一方的な感じもパーティーらしいですね。お待たせしました。最後は迷路です。壁が多く配置されたステージを進んでいきます。基本的には床の矢印を見てその方向に進めば大丈夫。途中スピードアップが落ちていることがありますが、これがかなり便利で足が速くなる以外にもカメラが若干遠くなる効果があります。迷路において先が見えるのはかなり便利なので、見つけ次第必ず拾いましょう。まだ1回しか遊べておらず道が固定か分かりませんが、仮に固定で道を覚えたとしても周期で動いている仕掛けが当選もする場合があるので注意です。評価はタイムだけなので、とにかく急いでゴールするだけです。今回は以上です。大体のルールと各モードを紹介したのですが、まだまだ選ばれてなかったり、この動画で扱っていないルールもあります。これからも楽しみですね。パーティーモードに関してはミッション等がありましたらまたそれに合わせて攻略していこうと思いますし、ステージチャレンジもやるので、よかったらチャンネル登録して次回をお待ちください。配信や動画でお会いしましょう。またフルートクリエイターコードが概要欄にございますので、よければ参加使用してください。ではご視聴ありがとうございました。